じゃあいってらっしゃい。行きます。緊張する。頑張って。行きます。すみませんね、そういうところまで。すごいですよ。ありがとうございます。すみません。これ取ってある。はい、取ってある。はい。あれ、そこにしました。すごいですね。ね。データ的なこと。ああ、はい。今身長体重186センチの195です。195。はい。次は気をしていいですか。そうですね。はい。血液型は AB 型です。もしもし。わかった。肩に引っ掛けられるか。そうですね。あ、そうそうそう、背びれを背負ってるので。そしてスマイルで。はい、ありがとうございました。いいとこでしょ。あそこのね。4年生の時に奄美大島行って、あ、そう。はい。優勝しました。あ、そうなの。はい。へえ。すごい。試合で行きました。国体で、はい。あ、国体でね。はい。うんあったじゃないですか。みんなそうよね。そうです。あの時で僕優勝しました。あ、そうなの。はい。へえ奄美で。もう優勝慣れてんだ。慣れてます。うん。はい。頑張ります。はいはい。ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございますはい、こうこう。どうぞどうぞ。はいはい、頑張ってもらうよね。はい。はい、どうもありがとうございました。頑張ります。ありがとうございます。率直な今の感想を教えてください。嬉しいです。はい。昇進はどうやって知りましたか。今日の朝師匠からおめでとうって正式に決まったからって言われて、その報告を受けて知りました。なるほど。それは電話。部屋に呼ばれて、はい、直接言っていただきました。なるほど。まあ上がるとは決まってましたけど、心配はなかったですか。まあ上がっても上がらなくてもとりあえずやることは一緒なんで、まあ、でも上がったからにはまたさらにいろいろ修正するところとか、自分で相撲に対してもっと見つめ直していかないといけないなっていうのは思いました。はい。先ほど記者会見ありましたけど、はい、緊張しましたか。緊張しました。あんまり得意じゃない。あんまり得意じゃないです。はい。なるほど。で、しこ名はどうすることになってるんですか。もうそのまま数までいくと思います。なるほど。はい。将来的にしこ名を変えるっていう予定はあります。まだそういう予定はないですね。今のところ。なるほど。はい。じゃあ今のところは、数そうですね。まで。数までいこうと思ってます。わかりました。で、優勝がかかった劉翔さんとの対戦っていうのは、まあ十両昇進がかかっていて、しかも日大の後輩の対決っていうことでプレッシャーはありませんでしたか。プレッシャーはなかったです。逆に
合い口知ってる中なんで、やりやすいっていうか、なるほど。はい、そういうのはありましたね。なるほど。大学時代は結構勝ってた。あんまりその公式戦ではしたことないんですけど、稽古場ではやったことがありますね。はい。なるほど。わかりました。取り組みの前に花道の奥でこう祈るようなそういうシーンがテレビに映ってたんですけど、あの時はどんなことを考えてました？呼吸を整えて土俵に上がるってことだけを考えてましたね。なるほど。ネットとかではお父さんに祈ってるんじゃないかみたいなネットでは評判もあったんですけど、そういうことは特になかったですか？そうですね、それもありますね。なるほど。やっぱりちょっとお父さんのことは考えた。そうですね、まあ、力を借りるというか、一緒に土俵に上がった気がしますね。なるほど。はい。わかりました。九州場所始まる前に幕下優勝っていうことは、考えてましたが、あんまり意識はしなかったですね。優勝とかっていうのはとりあえず怪我なく場所終わればいいなって思ってました。なるほど。場所前の調子としてはどうだったのかな？もう全然悪くはなかったんで、稽古もまあできてたんで、なんやかんやとこの環境が変わったんですけど、まあ、稽古はなかなかできないかなって自分の中では思ってたんですけど、まあ、思った以上にできたんで、それが良かったですね。直前の11月3日4日稽古を見せてもらったんだけど、3日は結構好調でみんな勝ってて、4日は関取衆相手に結構苦戦してるっていうイメージがあって、なかなかそんなに簡単にはいかないのかなって正直言って思ってたんですけど、でも始まってみたらもう危なげなくこう勝ち進んだなっていう感じだったんですけど、本人的にはどうでした？まあ、そうですね、その稽古場で今回の稽古で初めてこの関取衆の稽古に混ざって相撲を取ったんですけど、やっぱりこの圧力がすごいというか、関取衆のそのうまさもありますし、なんかもう僕は胸を借りる気で稽古場にいたんで、勝ち負けを気にしてる場合じゃなかったんで、もうとりあえず当たって前に出るっていう稽古をしてたんで、勝ち負けというよりはそういう内容を重視してましたね。そういうの最後はもう疲れて全然話にならなかったんですけど。なるほど。じゃああの時もそんなに悲観的な感じはなかったってことだね。そうですね、もうあんまり勝ち負けっていうよりは内容を重視してたんで、そうですね、そういう稽古してました。わかりました。草野さん改め吉野富士関とは仲がいいって言ってましたけど、優勝決定後関取とは何かやり取りしました？まあ、そうですね、電話しておめでとうって言われて、まあそうですね、いろいろ会話しました。はい。なるほど、わかりました。吉野富士関とは入門後も遊んだりしてる感じですか？そうですね、たまに、まあ、東京ではもうご飯行ったりとか、まあ、あっちもお風呂とかサウナとか好きなんで、たまに一緒に行ったりとかしてますね。なるほど。なんて呼んでるんですか？僕直哉って呼んでます。向こうは向こうカズマとかおいとかなるほど。まあ一番やっぱり仲がいいって感じですか？まあもう4年間一緒にレギュラーでやってきたんで、そうですね、まあ大学関係では仲がいいですかね。なるほど。ジャンクスポーツで吉野富士関がモテる的なことを言ってたんですけど、実際にそれは事実ですか？いやー、勘違いしてるだけじゃないですか。わかりました。どっちがモテました？僕って言ってもちょっと気持ち悪いんであんま言わないですけど全然お互いそういうことないですよ。全然。はい。で、デビューした名古屋場所で大怪我
しましたけど、その時の気持ちってのを正直に教えてもらいたいなと思うんですけど。まあ、正直何回もやっぱ心折れてもう無理だなって思った時もありましたし、これからどうなるんだろうとかどうしていこうかなっていうのをいろいろ考えた時期でもあったんで、やっぱ怪我をするってことは何か足りないものとか欠けてるものがあるんだなっていうのを自分で考えてたんで、まあ怪我したことがいいってことじゃないんですけど、まあ、そこで学んだこともあるんでやっぱり今思えば怪我してよかったのかなと思います。怪我してよかったっていうか、まあ、怪我があったから今があるのかなと思いますね。まあ、怪我が成長させてくれたってことですよね。まさに師匠の言う怪我の巧妙ってやつですよね。いや本当そうですね。その言葉の意味が今になってなんか分かってきてますね。なるほど。やっぱりリハビリは大変でしたか？大変でした。リハビリはもう一番最初手術終わってからは大変でしたね。まだ怪我した箇所の心配っていうのはちょっとあります？全然あります。もう完全ではないんで。まだ完全ではない。完全ではないんで、もうやっぱり怖さもありますし不安もありますし。なるほど。大学時代に逆側の足もやってると思うんですけど、そこはもうあんまり気にならなくなってきてる？いや、そっちも、まあ、時々痛くなったりとか日によって調子良かったり悪かったりっていうのもやっぱりあるんで、気候とか天気とかによってだいぶ違うよね。やっぱりそういうのはあるんで、うまく付き合っていかないといけないのかなと思ってますね。大怪我の後トレーニングとか食事とかで意識することがあれば教えてください。そうですね、まあ、食事は自分で考えてメニューを作ったりとか食べるものを変えたりとか自分でやってました。でトレーニング稽古はまあ、とりあえず下半身を重心でやってたんですけど、やっぱり膝が痛かったらできないとかっていうのもあるんで、そういう時は他のことを、まあ、できることをやってましたね。なるほど。ずっと、はい。わかりました。なんかサプリメントとかも取ったりするようになったの？まあもともと取ってたんですけど、まあ、サプリメントはもうずっと続けて取ってますね。なるほど。わかりました。で、大学時代の実績からきっと引く手あまただったんだろうなと思ったんですけど、木瀬部屋に入門を決めたきっかけ、決めた理由って何ですか？まあその部屋決めるときにこの師匠が一番最後にスカウトに来た部屋だったんですけど。あ、そうなの？そうです。でまあ、稽古環境とか関取衆が多かったりだとか部屋の人数が多かったりだとかっていうのはなんか学生相撲の、出身の力士が関取衆が多いじゃないですか、それで、まあ、それが多いってことは何か学生に合うものがあるんじゃないかなっていうのを最終的に考えて、もうここにしようって最後は決めましたね。なるほど。木瀬部屋にして良かったですか？良かったです。良かった。結構自主性が重んじられてる部屋かなという印象はあるんですけど、その辺はどうですか？まあ、その自主性があるんで、自分は自分の意思を持って稽古場でも稽古してました。そうね、見ててやっぱり意識が高いなというのは非常によく感じるし、話しててもそういうことは感じるかなと思います。で、今後どんな相撲を目指していきたいですか？自分の得意な前に出る押し相撲を磨いていきたいなと思いますね。なるほど。目標とする力士はいますか？さっき吉野寺って言ったんで吉野寺にしておきます。目標ですか？目標というか、まあ、いつか対戦できるぐらいの地位に行ければいいなと思います。
ライバルっていう感じではない。ライバルも吉野寺にしておきます。なるほど。はい。わかりました。直近の目標があれば教えてください。とりあえず、今場所十両に上がって来場所から15日間になるんで、とりあえず怪我なく終えることが一番なんですけど、自分の体のケアだったり15日間の場所の持っていき方とか、そういうの勉強だと思って来場所はちょっと頑張りたいなと思います。わかりました。長期的な目標ってのは何かあります？いけるとこまで番付上げていければいいかなって長期的には思います。で、今場所初めてちょんまげ言いましたけど、どんな感じですか？なんか最初はちょっと引っ張られる感じがあって違和感があったんですけど、だいぶ慣れてきましたよ。なるほど。個人的にはよく似合ってるなと思ってるんですけど、周囲の評はどうですか？似合ってるよってめっちゃ言われますね、もう皆さんから。自分ではあんまりちょっと多分ちょんまげにした方がなんか怖さがなくなったというか、相撲取りらしさを感じるようになったというか。怖いって言われないですけど、ね、わかりました。千秋楽パーティーでコンパチしてもらいましたか？はい、いただきました。なんか幕下優勝の方が注目されてあんまりコンパチしてもらえなかったのかなと思って心配してたんですけど、逆に幕下優勝があったからみんなそこで覚えて、なんか曲げも言ったっていうのをちょっと連携させてなるほどしていただきました。じゃあ少しこういただくものはいただいたっていう感じですね。いただきました。はい。わかりました。SNS とかを見るとちょっと怖いイメージを持っている方が多いようなんですが、自分ではどのような性格だと思いますか？怖い、なんかどう怖いのかが分からなくて、僕怖いって言われるんですけど、でもその怖いっていうのは多分相撲中、だから僕もやっぱ集中してるんで、相撲とやっぱり生活は違うんで、相撲は相撲でやっぱり集中している時は怖いんですかね。ちょっとそれが分かんないですけど。なるほど。ちなみに私は慣れるとよく喋ってくれる好青年だなというふうに思ってますんで、決して怖くないので皆さんよろしくお願いいたします。で YouTube でもどんどんそういうシーンを撮っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。あと木瀬部屋だと誰と仲がいいですか？関取衆は結構よくしていただいてますね。はい。十両昇進を決めて自分にご褒美をあげるとしたら何かありますか？なんか物でもいいし、やりたいことでもいいですし。物を買うとかですかね。何が欲しいとか具体的にあります？ちょっと高いお買い物したいです。物欲は結構ある方？そこそこ人並みにあると思います。なるほど。じゃあ趣味は何ですかね？趣味は音楽聴いたりとか、あとは映画とかドラマ鑑賞ですかね。音楽はどんなのを聴く？もういろいろ聴きます。もういろんな、ジャンル聴きます。いろんなジャンル。映画とかドラマとかは最近韓国ドラマにハマってるんでずっと韓ドラ見てます。さっきもご飯食べながら韓国ドラマ見てました。聞こえてた。じゃあ自由時間は何をしてる感じですか？自由時間は自分の体のケアだったり、音楽聴いたりとか、誰かと会ったりとか、ご飯行ったりとか、サウナ行ったりとか、お風呂行ったりとかしてます。サウナとか行くと目立つんじゃない？目立つんですかね。目立ちますかね。目立つと思うけどなんか声かけられたりしない？あんましないですね。本当？はい、案外。
これはみんな知りたいと思うんですけど、好きな女性のタイプは？やっぱ優しい人がいいですね。なるほど。優しくてなんですかね、ある程度常識のある人がいいですね。なるほど。年上とか年下とかそういうのはあんまり関係なく。まあ、そうですね、あんまり関係ないですかね。まあでも下は嫌ですね。年下は同級生より上がいいです。あ、本当。はい。そういう恋愛に対しては押していくタイプですか？いや、どうですかね。ちょっとあんまり押さないかもしれないです。なるほど。じゃあちょっと気が早いんですが、来場所に向けたことを教えてください。来場所新十両として土俵に上がるんですけど、とりあえず怪我なく場所を終えることを大事に考えて、とりあえず勝ち越しできるように頑張りたいですね。はい。じゃあ最後に視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。おかげさまで今場所新十両になることができました。来場所からは15日間、取り組みがあるんですが、怪我のないように頑張りたいと思います。また引き続き応援よろしくお願いします。